それでは、アイディア、デザインの出し方ということで、ここからは、私の方が、実際に書いていくようなところにはなるんですが、以前の話をしていたところでは、いろんな注意点の導き方というか、考え方、気づき方のようなことを話したようには思うんですが、そうですね、ここからが自分はどうしていくのだろうかというところにはなりますが、そうですね、多分見ててもらえばわかると思いますが、それまでの話はやっぱり理想的な話であるということではあると思うんでね。たくさん、間違いをしていくんじゃないかなと思うので、その辺は、トライアンドエラーをいっぱいしていくことが重要だっていうことは、押していきたいなと思います。で、この章では、どのように、ラフですね。ラフを書く前の段階のアイデア、デザインを出していくのかということに、集中して、書いていきたいなと思うのですが、その方法について軽く説明をしていきたいなと思います。それでは始めていきます。まず、シンプルに線から考えるということで、シンプルな形から入り、細かいところは後回しにして、シルエットを意識するということですね。ここに書いてあるのは、私が書いていた、ちょっとボツになった、プロジェクトといいますか、そういったものなんですけども、本当に、初めはもうぐちゃぐちゃでもいいので、とにかく形を作っていってみようという形で模索していくわけですね。で、線で考えていくうちに、ちょっとずつ、こういうぐちゃぐちゃなところから、こちらはちょっとシンプルにシルエットも見ていくような形にはなっているんですが、徐々に形とイメージを捉えていく感じで、横顔であったりとか、横からのサイド、カメラを動かしてどんな形状かみたいなのとか、形を変えてみたりだとか、髪型を変えてみたりだとか、ということで、いろいろ試していくわけですね。で、線はやっぱり、基礎といいますか、やっぱり考えやすくもあり、ちょっと、想像するのにちょっと物足りない場合もあり得るとは思うんですが、線以外にもね、考える方法はあると思うので、そちらも、問題になる場合はね、試していきたいなとは思っています。で、そちらの方が、こういったものですね。シルエットで考えると。ざっくりとしたブラシで、隙間ですね。も含めて、形状のみのエッジから内部を想像すると。こちらはざっくりと、コントラストもつけてみてみたいなところで、素材の違いとかも、色の違い、濃さの違いみたいなのを見ながらやってはいるんですが、基本的にはこっちの方ですね。真っ黒なシルエットでもいいので、こういったキーとなる、部分ですね。何を持っていてだとか、どんな服を着ていてだとか、どんな髪型をしているかというのが、体型も含めデフォルメ具合なども素早く構築できる方法となるので、こちらで重要なのは本当にシルエットですね。どんなエッジをしているのかっていうことに注意を払って書いていくと、そこの内部は自然となんかイメージが湧いてくるようになるんじゃないかなという手法になっているので、こういうのをやった後に、より線画が鮮明になってくると、キャラクターイメージが湧いてくるんじゃないかなという方法になっているということですね。全然しっかりしたものである必要はないので、え粘土をね、こねるように、黒いエリアを消したり盛ったりとかして、見ていくのがいいんじゃないかなという方法になっています。最近はあんまりこの方法やってないんでね、このちょっと、サンプルを探し出すのにちょっと手間はかかったんですが、こちらをやってみようかなとも思ってはいます。で、3つ目は、色で考えると。まだね、色についてこちらの講座は、苦手な方向けとは言っているのですが、ここで、色を決めてみるというのも非常にいい効果があるということなんですね。なので、後で考えるというよりは、この段階で大まかにはもう決めてしまうというのがいいんじゃないかなとは思うんですが、
色の組み合わせを決め、キャラクターイメージや素材感を決めると。色による感じ方によって、キャラクターの方向付けもできると。赤い熱血系だったりなのか、青いクール系だったりであるとか、その他いろいろありますが、そういったものがイメージしやすくなってくるということですね。その次のラフ段階において。そして白、黒、茶は、以前言ったように、色の組み合わせの調整に非常に役立つので、使っていってみるといいんじゃないかなというサンプルにもなるんですが、色の参考としてどういうふうに選んでいくのかというのを見ると、基本的にね、組み合わせの良さっていうのは、いろいろ、カラーコーディネートだとか、そういったところではよく言われることですが、あーこういった、色相関から選ぶときの手法は一応ありますと。で、その種類が大まかに選んできたのはこの4つなんですが、まずは補色ですね。こちらは非常に有名ですが、一つの色相から全く正反対の色相の位置を選んでくるというものになりますね。で、これは、非常にオーソドックスな選び方でもあり、ちょっと、本当にこれに真反対のところだけを選んでいると、非常に物足りないなっていう、あんまり面白くないなっていう感じもしてくるのは、実際のところかなとも思います。一応ね、両方の色を引き立たせはするんですが、一応補色を選んでくるツールみたいな、のもネットにはいろいろ自動で選んでくれるものもあるんですが、あんまりそういうのはお勧めしないかなと。自分でちょっと、やっぱりね、実際に選んでみてみるっていうのが結構大事なので、例えばこちらも、こちらは下の方を見てもらうとわかるんですが、一応これは分裂補色というものに該当するものかなとは思うんですが、オレンジに対して、ちょっと紫ですね、を入れてはいるんですが、その位置はやっぱりちょっとずれるんですよね、補色の位置から。で、分裂補色は、そのずれた2つの色を選んでくる3色配列にはなるということになるんですが、一応ね、ここで示しているのはこの白ですね。さっきも言ったように白は調整に役立つということで、その白にちょっとね、水色を入れてるわけですね。そういうことで分裂補色という形に、なっているのかなと思うのが、こちらの例にはなりますね。なので私はちょっとね、補色を使う場合であっても、ちょっとずらすかなと。分裂補色に近いものの方が、個人的には好きかなと思ったりするので、その辺はね、いろいろ試して、好みの組み合わせを探してみるといいんじゃないかなと思います。で、類似色ですね。類似色は非常にわかりやすくて私も好きなんですが、こちらのね、緑色の妖精さんのような、キャラクターにおいては、これかなというところで書いていますね。緑から黄色。で、肌を入れたとしても、これは近似色かなというエリアに成り立つので、非常にわかりやすいかなというところですね。そして4色。こちらは結構難しくなってくるのかなという気はするんですが、これ割と成り立っている場合が多くてですね。何かっていうと、こちらの、グレーから赤の、色として作ったはずのものなんですが、これは肌色とかも、抜いた考え方、そうですね、人の部分を除いて、ファッションとして考えた時の色だったんですけども、これに肌色を加えてみると、どういうことになるかっていうと、一応、わかりやすくね、グレーにちょっとだけサイドをつけて見てみるとわかりやすくなるんですが、これが、実際には4色に該当しているということになるわけですね。こちらがこう、四角になれば、そういうことにはなるんですが、真四角のね、あの、四角配列というものもあるんですが、そちらになったとしても、実際のところは補色の関係にあって、
補色の関係にある2色を、こう、2色と2色なので4色を選んでくるという考え方にはなるので、大まかには補色の考え方ということにはなりますね。なので、こういった形で、大まかに位置を決めて、大体この色はこの色だなと。あとは白黒と使ってそれを中和するようなものを入れていってもらうといいんじゃないかなと思うわけですね。で、他にも6色みたいなものもあったりするんですが、最近はね、結構、例えば女性のイラストレーターとかもそういった極彩色の色のイラストは結構あるんですが、ちょっと難しくなってくるとは思うんですが、ただここで言ってるのとほぼ同じことだとは思っていて、それぞれ補色の関係にある色を拾ってくるということは変わらないので、基本的にはその考え方をしてみるといいんじゃないかなと思います。そして、書きたいものがない場合ということですが、これはおせっかいなところもあるところは気はするんですが、個人的にお勧めしているのは、というか私がやっていたようなのは何かっていうと、ランダムに決めてみると。課題をとりあえず作ってみようかということでしたね。で、偶然の組み合わせや今の都合によって、今の都合っていうのは、要は自分が何かうまくいかなそうだなとか気になっている部分とかですね。そういうのを課題に取り組むということですね。で、要素を決めるというところで言うと、まあ、私は結構そうですね、子供の時に結構絵を描く遊びをしていたんですが、それがどういったものかっていうと、こういった鉛筆にですね、この数字を6個の面があると思うんですけど、6個の数字をそれぞれの面に書いてですね、この鉛筆を転がして、そこに出た数字をランダムに見て、例えば目の形、口の形、で、顔の輪郭とか髪型とか、それぞれ6つの選択肢からランダムに選んで、変な顔を作って遊んでいたりしたわけなんですが、要はそれの延長線上みたいなものですね。例えばサイコロとか、私はその後またトランプだとかを持ち出して、キャラクターを作ったりしたんですが、要はテーブルトーク RPG と言われるもので、キャラクターを作るようなものに近しいんですが、要はランダムにちょっとキャラクターを作って、例えば性別であったり、種族であったり、目、体の形など、ファンタジーとかになっていくんであれば、例えば市民階級であったりとか、職業、どんな、仕事をしてたなのかとか、どんな戦い方をするかなど、そういったものなどを、例えば、トランプのマークとか、えまあ、黒いトランプだったら、性別は男かなとか。で、2枚目にも、赤かったら、マッチョではない、男性かなみたいな、いうのを考えたりしたわけですね。で、ここの、エースから13までの、数字を使って、形であるとか、職業であるとか、決めてみたわけですね。結構ね、トランプは情報がそのものがあるので、スペードであったら騎士であるとか、ハートであったら結構聖職者であったりとかみたいな、トランプ由来の意味があったりもするので、結構その辺も活用して、キャラクターを作ったりみたいなこともしていましたね。そうですね。何も書きたいものがないとか、そういったものをなんか書きたいけど、なんか考えるのが、難しいなというか、面倒だなみたいな時は、結構こういうのもいいんじゃないかなと。いい特訓にはなるんじゃないかなと。要はこれを楽しめれば、ずっと何でも書けるということになるわけですね。